東京派私のようなヨーロッパの小さな地から来た人間から見ると、昼も夜も関係なく動き続ける巨大な機械のようでとても恐ろしく感じました。しかし不思議なことに、この巨大な機械にあふれるパルスの中にとてもぼんやかな場所を見つけることができます。そしてそこで経済に出来渡るカラスの鳴き声を聞いていると、東京の内なるエネルギーが体に入ってきて、ここが本当に特別な場所だと気づくのです。私はあらゆる視覚的な表現、トークに会話に魅了されています。2013年、東京で初めて日本のエネルギーに触れた後、横浜美術館に向かいました。そこではとても奇妙な妖怪エイトが展示されていました。妖怪には悪魔的で性的で恐ろしいものが満ち溢れていて、全く新しい世界が広がっていました。だから東京で制作した作品はおそらく分かりやすく恐ろしい物語を運んでくることになるでしょう。東京では何か新しいことに挑戦したいという欲求と心の不安のようなものが私を取り立てます。スタジオで手を動かしている時も、頭では今度は何に挑戦すべきかとそのことばかり考えているのです。私がここを撮るまでに生み出されるセゼンのスケッチと作品がどのような内容でどう表現されるか、自分でも楽しみです。私はポップカルチャー、広告、ビジネスでの多様な全ての表現を境界なく使いたいと考えています。そしてヨーロッパであろうとなかろうと肥大化する忠義とやナショナリズム、さまざまな消費主義の貪欲さといった社会的な物語のスイートでありたいのです。私は表現は自分のオリジナルではないキャラクターなど全てをミックスしている DJ のようなもんとです。全てをミンチにして一枚の会話にしているのです。私は社会現象に憤慨し、悲しみ、死に浮かりすぎる作家です。私は正直や国家元国内の環境が社会に及ぼしている悪影響に強い怒りを覚えているのです。そしてそれを描き、美しいパッケージに積み、皆さんに体験してもらっています。いつけん子供部屋の花かのように見えるかもしれませんが、実際に絵を読み始めると、私が恐ろしい花かだということ